こんにちは、ふめくりひめくりです。初めての方は初めまして、よろしくお願いいたします。いつも聞いてくださっている方は、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。今弾いたのは、ピアノをやっている方でしたらご存知かと思いますが、いわゆるハノンの一番というやつです。ハノンってよく言いますけれども、何かっていうと、こういう、ハノンという人が書いた、ハノンってフランス人なので本当はこの H 読まずにアノンなんですけれども、シャルル・ルイ・アノンという人がフランスのピアニスト作曲家ですね、が書いた、練習曲集なんですね。本来のタイトルは「ル・ピアニスト・ビルトゥオーズ」ピアノの達人というタイトルの本なんですけれども、60曲こういう、いわば機械的というか繰り返しによってできているような、練習曲が詰まった面白くない練習曲という評判の高い、いわば悪名高い一冊なんですが、昔からこう非常によく使われているんですね。確かに面白いかっていうと面白くないかもしれないんですけれども、でもこういうパターンに特化した練習ということで、そのタッチの均一性とか指のその強さトレーニングみたいな意味では、役に立つかなと思うんですけれども、ただ僕は実はそれだけじゃなくて、この本はいろんな使い方ができると思ってるんですね。で使い方次第ではそのこと以上にそのタッチとか以上にこう役に立つ本だと思ってまして、でその使い方って何かっていうことについてちょっと今日お話ししようかなと思います。で実は僕が小さい頃から使ってる、ハノンは、こういう本でして、これボロボロになっちゃったんで、2代目なんですけれども、音楽の友社から出てる最新ハノンピアノ教本っていうんですね。僕の生まれる前からあったみたいなんで、最新でもないかなと思うんですけれども、とにかくいろんな版があってですね、普通世の中で使われているハノンっていうのは、全音からも音楽の友社からも出ていますけれども、全音だと全訳ハノンピアノ教本って書いてありますけれども、こういう体裁になってまして、1番が書いてあったら次に2番、その次は3番4番とで全部こういうパターンの繰り返しになっている本ですよね。で、1番が終わったら、で次2番はっていう形だし、次の3番はっていうことで、全部繰り返しのパターンが1小節ずつずらしながら書いてあるっていう本なんですね。いや確かにあんまり面白いとは言えませんよね。ただ僕のその使ってる最新ハノンピアノ教本というのはちょっと様子が違ってましてですね、1番は普通のハノンと同じなんですが、その次のページを見ると実は2番じゃなくてなんか応用練習っていうのが、書いてあるんです。で応用練習ってどういうもんかっていうと、例えば1番はこうなってます。とかあるいは次はという感じで両手のパターンを音2個分とか4個分、ずらして弾くようになっているんですね。でこの出だししか書いてないんで、その続きは自分で考えなきゃいけないんですけれども、これ前半は、
登っていって後半は降りてくる形になってますよね、この基本の練習、もともとの練習が。もうでこれを応用練習でやると、その上りから下りに変わる時の折り返し地点もずれることになるので、それ結構、難しいんですよね、考えとかないと。例えばってことになりますし、4つずらすと、っていうことになります。もうあらかじめ弾くことを自分で考えとかないといけないっていうのがありますよね。でそれがその応用練習の一番で、他にもそういうのがたくさんあるんですね。例えば応用練習の3は、もともとはオクターブで弾いてますけれども、でそれを、6度にしてみなさいとかね。でまあこれもまあ折り返してそれで終わるんでしょうけども、それとか左右の手の音型を変えてやってみるとかね。でこれは、右手がピアニッシモ、左がメゾフォルテとか書いてありますよね。だからもうちょっと強弱の差をつけないといけないのか。でまた手を交差させようとか、さりげなくこう、凄まじいことが書いてあります。右がこうなってかな、そして左がこうなるから、こういう感じになりますかね。とにかく難しいんです、結構やってみると。半進行とかもあります。でこれは調も変えて書いてありますよね。でそう調で思い出しましたけれども、もともとの1番の、上のところにですね、さりげなく一言えらいことが書いてあるんです。なおこれらのエチュードを半分ずつ上げてあらゆる調に移して練習すると良いっていうんですね。これ普通のハノには、あんま書いてないんですけれども、1番を、これを、半音上げると、変に長調ってことになります。もう半音上げると2長調。でこれもさらっとあらゆる調に移して練習しろって書いてありますけども、そんなに優しくないです。やっぱ各調の音階の鍵盤の位置をあらかじめ、なんていうか覚えとかないといけないので、かなり慣れが必要だと思います。面白いのだとね、この最後の11番っていうのが全音音階で、やってみろっていうんですね。この1番だけに、こんだけたくさんの応用練習が書いてあって、で、2番にもそういういろんなまた違う種類の応用練習が書いてあってっていうのが、ずっと続いていくんですね。だから普通のハノンよりもめちゃくちゃ内容が多いと思うんですよ。僕も全然これ全部はやってませんけれども、やってみようとすると結構大変なことが多いので、すごくこう練習になるという気がします。普通のハノンにもリズムを変えてやってみましょうとか、書いてありますけどね。例えば
8分の6拍子にしてとか、付点つけて、やってみろって書いてあるんですけれども、まあこれはそんなに大変なことじゃないんでどうかなと思いますけれども、それよりだいぶ、この最新ピアノ教本に書いてある応用練習は相当頭を使うので、まあ面白いかなと思いますけどね。まあこの応用練習がとにかく値打ちものだと思うんですけども、全部がねこの出だししか書かれてないんですね。なので続きをどうするかっていちいち自分で考えなきゃいけないんですよね。でこの応用練習もまた移調して練習することが可能なわけです。例えばその2つずらして弾くとかいうのも、でこれをまあいろんな調で弾くとかなり大変です。あと6度にするとかいうのも、波長長でやる分にはね発見弾くだけなんでそんなに大した違いはないんですけれども、移調すると途端に大変なことになります。これもやっぱりそのいろんな調の音階の位置ですよねを、あらかじめ頭に入れとかないと、弾けないので、かなり大変だと思います。で、2番以降なんですけども、普通のハノンだと、まあ、2番も3番も全部書いてくれてますけれども、こちらのハノンは2番のその基本課題はこれ、途中が矢印でもう抜けちゃってるんですね。もう途中は自分で考えろというわけです。まあ繰り返しだから別にねこれで十分なんですけれども、まあ、考えれば埋まるっていうことはこの本では全部省略して書かれてるんですよね。そういう間が全部抜けてるので、その弾くべきことをそのあらかじめ頭の中で考えるっていうトレーニングとして非常に役に立つんじゃないかなと思います。この本おすすめです。で僕はちっちゃい頃から家にあったハノンっていうのがこれだけだったので、ハノンってこういう本だと思って育ったんですよね。でそしたら普通なんかみんなが使ってるハノンっていうのはなんかどうも違うようだと、そんな応用練習なんてどこにも書いてないぞっていうのは結構年を取ってから知ったんですね。であれこれがなかったらハノンってめちゃくちゃつまんなくないっていう気もするんですけども、まあそれはともかくですね。でこのその応用練習を誰が書いたのかなと思ったんですよ。この版が特殊だっていうことを知った時にね。で編集者とかこう探してみても特に書いてないんで、どうもハノン自身がこれを書いたんではなさそうなんですけれども、じゃあ誰なのかっていうと分かんないので、なんだろうなどうしてだろうなと思ってその長い間謎だったんですけれども、ある時ですねそれが突然判明しました。山畑がどこかの楽譜店で何気なくこういろんななんかハノンを手に取ってこう見てたらですね、ペータース版のハノンっていうのがありまして、でこれを見たらここに、応用練習書いてある。でまあ表紙見るとまあなんか編集した人が書いてあるんですね。オットー・バインライヒっていう人らしいんですけれども、なるほどこの人がハノンをいろいろいじった人なんだなというのがやっと判明しまして、オットモの最新ハノンピアノ教本というのはペータース版のバインライヒという人が編集した
やつをまあいわば海賊版みたいな感じですか、そのまま、まあところどころちょっと変わってるんですけれども、基本そのままこうコピーしたもののようなんですが、でもパインライヒの名前がどこにも書いてないっていうのは、いいのという気がしますけれども、まあこれ出たのが1960年代とか、もしかすると50年代かもしれないんですが、まあ、当時は著作権関係あんまりうるさくなかったのかもしれませんが、まあ本当だったら出した方がいいんじゃないのかなという気はいたします。まあそんな感じで、ちょっと変わったハノンの、紹介をいたしました。これ他にも音階とか分散和音とかでちょっと、役に立つ練習方法が書いてあったりするので、また機会を改めて、ご紹介してみたいなと思います。じゃあどうもありがとうございました。